勝弘、漫画家、アニメーション映画監督として漫画界、映画界の発展に貢献されました。支持報奨、大友克洋。おめでとうございます。もう一枚ラップで書かせて。大友克洋です。そうですね。びっくりしてるんですけれどもね。いいのかなっていうのもありますね。ちょっとそんなに年を取ってもいないような気もするし、年を取ったような気もするし、ちょっと自分ではよくはまだ分かんないんですけど。そうですね。みんななんか喜んでましたけどね。なかなか自分で自分の作品がよくできたかどうかっていうのがよくわからないんでね、そういうのはちょっと一人で考えてる時とかっていうのはこれがいいのかどうかっていうのはいつも迷ってばかりいるんですけどね。そういうことをだから褒めていただいたというか、そういうことに対して賞をもらったんだろうなという、今までやってきたままでいいんだよと言われたような気がしてね、嬉しいですけどね。はい、そうですね。アキラっていう作品だと思いますね。自分でも初めて長期の連載をしたし、アニメーションも自分で監督しましたし、海外版というのが確かあの時に初めてアメリカのマーベルと一緒に出すことになって、それが多分日本の漫画が外に出たね最初になるんじゃないでしょうかね。それもすごい翻訳であったりね、開きが違うとかいろんなことあったんで、すごい思い出深いですね、アキラっていう作品は。いろいろ作品によってねみんな違うのでね、年代時代にもよるし自分の年齢にもよるんで、でも常にその時に、社会で起きていることであったり自分が考えていることであったり、そういうことをストーリーの中に登場人物の中にみんな投影してですね、自分で自分でそういうテーマのようなものを探してるみたいなもんなんですね。いつもこういう話を作って何かにたどり着かないかなみたいな感じで作ってるんですよね。自分でそのテーマがあってそのテーマを見つけてそのテーマのために書いてるというよりはですね、そこまできちんとしてないんですけれども、そういうものを自分でいろいろな手法を使ってそういうところにたどり着こうとしてるんじゃないでしょうかね、自分でね。アキラというのは発端というのがものすごく小さなものなんですよね。それがどんどん自分たちの思わない方向へ流れていく、そういうのっていうのは人間のやっぱり文化でありテクノロジーでありね、そういうものの発達の仕方とそれに対する人間のズレって言いますかね、そういうものがテーマになる作品だったと思いますけど、自分たちが作ったものと自分たちのねなんていうかずれていく様、なんとかならないのかなと思いながら作ってますけどね。はい、僕も全然知らなかったです覚えてなかったです。飲み屋の親父に教えてもらって今変な話題になってるよって言われて、偶然ですから気にしないでください。そうですね、それはやっぱり昔子供の頃読んだ漫画であったり小説であったり、そういうものがやっぱ大好きでしたんでね、いまだに好きですしいまだに読んでますんでね、じゃあ今度はこうしようとかああしようとかっていうふうに今でもやっぱりなんていうんでしょうね、そういうものを作りたくてしょうがないんですね。それがどっから来てるのかというとどっから来てるんでしょうね。そういうものに子供の頃から浸ってましたのでね、そんな感じじゃないですかね。そうですね、昔からですけどもやっぱり
外に出ることでしょうね。頭の中で考えてるっていうのもそれはある時期からはそういうふうになるんですけど、その前にその発想というのはね、なんか外に出て、本屋へ行くんでもいいですし CD 屋行くんでもいいですけど、飲み屋へ行ってもいいですけど、いろんな人間を見るっていうところじゃないでしょうかね。そういうとこからすごいなんかインスピレーションを得たりしますけどね。またその街へしばらく行かないとね、すごい変わってるんですよね、街がね。そういうのもありますね。その街が変わっていったり、そういうのを気がつかないで急にね、なんかこの前も新宿あたりでびっくりしましたけどね、しばらく行ってないところがすっかり変わったりしてて、そういうことですかね。やっぱりなんていうか、その時代であったり、そこに自分がいるっていうのがやっぱりそのインスピレーションとしてはね、そこから得るんだと思います。もうその企画としては出してるものがありまして、それが、予算がもう少しで、確定して実製作に入るかもしれないですけれどもね、そういう意味で言うと、その一応企画としては 2,3 本あるんで、まずそれをやってですね、あとはもうそれが入るか入らないかっていうか、それにもよるんでね。で、自分でもまだそのやってみたいと思ってる作品って言いますかね、ストーリーだにテーマがあるんで、まず一個ずつ僕ら当てていかなきゃいけないんで大変なんですけどね、頑張っていこうと思ってます。はい。さっきも言いましたけど、子供の頃からね、アメリカの映画を見たりフランスの映画を見たりね、絵画にしてもそうだし、いろんなとこから僕らはその先人たちのそういう作品を見ながら描いてるんで、それがまたその上に僕がいて、その上にまた次の誰か外国の人間がいるっていうか、作品はそんな風にしてなんかつながっていくんじゃないですかね。だから別に、本当に、自分ももう少し精進してですね、ちゃんとした影響を与えなきゃいけないなと。悪影響じゃしょうがないですからね。はい、自分の中ではかなりその作る時にこんな風にやろうという考え方はあるんですけどね、出来上がったものっていうのはまた別なんでね、考えてることと出来上がった作品は、それがだからちょっと自分の中ではちょっと何に影響を与えてるかってちょっと分かんないですけどね、そういう世界観なのかもしれないですけれどもね、はい、不思議な発信の仕方をしてるところあると思うんですよね。なんて言うんでしょうね、そのオタク文化というかちょっと歪んでる感じもするんでね、そういうのはもう少しなんかこう強制できればいいなと思いますけどね。あれも悪いとは言わないんですけど、なんて言うんでしょうね、なんかあそこに吹き出しちゃった感じがするんでね、もう少しなんか、落ち着いたものであっていいような気がするんですけどね。それは自分たちがやんなきゃいけないのかもしれないですけど、今はちょっとそのどんな風になるかまだ決まってないですけどね、だんだんその海外と一緒に作るようなケースも出るかもしれませんしね。それちょっと今その資金をどう調達するかみたいなところでそういう話になるかもしれないですけど、ちょっと今まだ分かんないですね。はい、映画関係だとちょっとかなりアメリカに行くと大変かなっていうのは昔からなんとなく知ってはいるんですけどね。出版に関してはそれもやっぱりアメリカっていうよりはヨーロッパの方がねまだやりやすいかなっていうか、行ってもいいんですけどね。昔行こうとしたこともあったんですけど、なんか仕事が忙しくていつも行けないんですね。一月行ってもしょうがないんでね、本当になんか行こうと思ったこともあったんですけど、なかなか行けませんでしたね。作品を作りたいっていうふうに思ったらですね、やはりその世界の広さを知らなければいけないんじゃないかなと。それは小説だったり文学であったり絵画であったり、世界は広いのでね、なるべくいっぱいいろんなものを見て読んで、そういうものを蓄える必要があると思いますんで、それは少し努力がいりますけれども、それをやらないとやはり、なんでしょうね、
なかなか自分の表現に到達しないって言いますかね、そんな気がしますんで、皆さん頑張ってくださいというだけですけど、はい。